なんかそういえばさ、はい。サイバーパンクエッジランナーズってちょうど1周年9月中旬で1周年です。ちょうど1周年だよね。ずっとやりたい企画があって、ちょっとさ、やれるか聞いてもいい？聞かせてください。ネットフリックスで配信中のサイバーパンクエッジランナーズの本編と同時視聴する形で YouTube でオーディオコメンタリーを配信できないかなと。やりましょう。できる？できます。視聴者さんにちょっとお手数おかけしますが、2画面用意していただいて、なるほど。例えば片手の iPad には Netflix、で片手のスマホには YouTube、テレビとスマホとかねそれぞれのご家庭で2個 YouTube と Netflix を見れるものを用意してもらって、一斉の背でタイミングを合わせて同時再生すれば、動画内で再生ボタン一緒に押しましょうみたいな指示を出して、でも押しましょうだと、なんかこう人によって押しましょうなのか押しましょう本なのか分かんなくなるから、タイムコードとか入れて、本編の今何分何秒目にのトークを今してますって任せてください。入れます。右上にこの辺り。じゃあこれ YouTube と Netflix を同時再生してたけど、YouTube だけちょっと止めちゃって、ちょっとトイレ行ってこようって言って戻ってきたら、本編だけ進んじゃってたみたいになっても、同じ何分何秒ってところに合わせてもらえれば、そっからぴったりもう一回見れるってことね。でまた問題はさ、Netflix って加入してる人と加入してない人がいるわけじゃん。そうですね。コメンタリー動画が作れたとしても YouTube 内ではアニメ本編の映像は Netflix で配信してるものなんで難しいよね。そうですね。 YouTube 上ではちょっと本編映像は流せないです、なんで2画面出してほしいっていう話ではあるんだけど、そこは申し訳ないけど見ていただく方に Netflix にちょっと有料ではあるんですけど入ってもらって、ご加入していないという方にも一つ言いたいことがありまして、エッジランナーズめっちゃ面白いんで。そういうこと？そうです。ぜひご加入いただいて見てみてくださいって言いたいです。なるほどね。お願いします。どうしてもやっぱりね、そのネットフリックス、サブスクってたくさんあるからね、入れませんっていう方もいると思います。その方々には本編のスタッフのトークを聞いてもらって、あのシーンはどこだっけ、このシーン今この話かなっていうのをちょっと思い出してもらいながら見てもらうっていうね。それだけでも全然見応えはあるはずです。あると。じゃあ今回は何本やります？オーディオコメンタリー3話数分はやりたいですね。じゃあまず第1話だよね。まずはさすがにそうですね。じゃあこの後早速第1話のオーディオコメンタリーがおそらくうまくカワディが編集して見れるようなものにしてくれてると思うんでぜひじゃあ皆さんNetflixのページをね準備してもらって第1話からぜひお楽しみください。サイバーパンク1周年。今回は Netflix で配信中のサイバーパンクエッジランナーズの公開から1周年記念ということで、皆さんと同時視聴でオーディオコメンタリーを実施できたらと思います。では早速第1話を皆さんと一緒に見ましょう。皆さん Netflix を準備してください。3、2、1、ポチる。はい、ということで、始まりましたけども、まずは自己紹介をした方がいいですよね。トリガの社長の大塚です。副監督の金子です。監督しました今石です。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。1話、金子さんエースですよね。そうですね、コンテンツさせていただきました。で、1話、この辺のセリフは結構金子さん書いたんじゃなかった？そうですね、こうなんか何か入れなきゃいけないっていう風な話になって、で、コンテンツ時に実は適当に書いたという風な。適当いや、口が悪くしたいなっていうところと、どんだけここだけその世界観とか、こいつらのその普段の振る舞いを描けるかなっていうことで、結構、下敷き書いとけば、今井さんが後で何とでもしてくれるだろうみたいな形で書きましたね。割とそのまま置いてあるって感じ。
そうですね。そう、でも、エッジランナーズは結構シナリオからそのコンテの段階とかでセリフとかも場面も足してもらったりしてて、これその1話とかは監督からが多いのか、金子さんの間が多いのか。セリフですか？セリフあんまりに関して出てないんだけど、1話1話はそんなに。何をどういじったか覚えてないな。でも割となんか細かいゲームネタみたいなの拾ってくれたりするじゃん。シナリオにないけどみたいなのとか。でもだからやっぱなんだっけ、テーブルトーク本、最初元になったやつ、あれはやっぱりこれ見るときに、コンテ買った時に読みましたよ。やっぱりずっと打ち合わせでも出てたんで、いろいろ。どんな言葉遣い入れたら良いだろうみたいな形とか、それを最初にぶち込もうみたいなのが、さっきのところに実はちょっと現れたりもしてたりしましたけど。確かにでもそのゲーム単体よりもそのテーブルトークのネタも結構拾ってるよね。そうですね。まあなんだっけ、後で出てくる人間性コストとかもゲームの方には出てこない概念で、そのテーブルトークの方に存在するから引用してるっていう。やっぱりそのアニメの中で説明するのにああいうそのサイバーサイクを掘り下げようと思ったらね、そういうディティールが欲しいなと思って、全然絵についての話をしてない。でも今も確かにアイスとか出てきたけど、ああいうのとかも説明全然しないまま進んでるじゃないですか。そうね。でもそれはなんか狙ってはいたよね。そうですね。過剰に説明しないっていう。いつも普段の自分の作風だと1から10まで全部説明する。聞いてないことまで説明するみたいなスタイルなんだけど、今回はそのゲームのね、方の雰囲気もあんまり過剰に説明するよりはどんどん進んでいくっていう感じだったから、もういいかなと思って。本当はあの銃が一体何なのかみたいなこともこうくどくど言いたい感じがある。すごいそここだわってましたもんね、最初ね。この何の武器がどれでとかそうすげえなんか誰々が持ってるのはこの武器じゃなきゃいけないとか全部こだわって決めてるんだけど、当たり前のように消費して終わるっていう、まあそれが贅沢かなと思って。そうですね。やってましたね。もうあっという間に最初のアバのシーンが終わってしまったけども。アクションについてはほとんど触れない。デイビッドが登場しちゃいましたけど。冒頭のパトカーが吹っ飛ぶところは、僕はジョン・ウーと北京パーのサン・北京パーのオマージュをやってたんですけど、まあ、好きなのは僕だけなんでひたすらその映画を資料に渡してやってはいたんですけど。そうですね、3つぐらいこことはこれのイメージなんだ、これのイメージなんだって映画話されて、なんか入れ込んでから感じですよね。そのフロントガラスの枠のなんかフレームがちぎれて飛ぶっていうのがやりたかったんですけど、実際撮影でほとんど暗くて分かんないです。いやでも一回あれ光がふわーって上がるときにちゃんとこうシュワーって見えてるんですよ。北京パーで車を吹っ飛ぶみたいな。ゲッタウェイでゲッタウェイか。銃砲店からショットガンを買ってきて、パトカーをバッと撃つシーンが最高に好きなんですよ。今井さんから頼まれるときはなんかそういうそのなんだっけやつが僕見たことなかったやつでもうボコボコって出てきて、これやればいいんだなっていうところがやっぱりこう出てくるから、すごいでも次やりやすかったですよね。これをやればいいんだ。一個正解が一回あった上でそれをじゃあどうアレンジするかっていう話だから。歌い出されるとめっちゃ楽しい。なるほど。なんかシナリオ会議の時もいろいろね、そういうネタっていうか、いろいろ出しててというか、なんかそういう共通認識というか、なんか共有しないとやっぱ難しいよね。そうですね。ヒロイン像とかも結構言われたと思うし、で僕だけちょっとその皆さんこれからちょっと年が離れてて、まあ金子優斗さんもそうですけど、ちょっと年が離れてるんでなんかそれ見てないですねみたいなとか。そのイメージ像がまだわからないですねとかってことが結構あったですけどね。確かにそういうジェネレーションギャップっていうか、大体そのなんかね、よく峰不二子的なキャラみたいなことを言うと大体峰不二子みんなわからんみたいな。峰不二子ももうわからないのか。そうなんだ。どうなんですかね。いやまあ例えばの話になるとそういうこともあるよなと。でも記憶量まあそうかこう1話だからもうあれだけど、ルーシーは1回しか出てきてないけど、そのヒロイン像で2話をやるときに結構ヒロイン像どうするかみたいなのをシナリオでもあったけど、なんか結構それは確かにどっちかというと1話より僕は2話の方がシナリオのそのセリフの感じとかを
ちょっとこういう方がいいかなこのキャラクターにはっていうところはあったかなっていう気はしますけどね。1話そんなにセリフないとこもあるんで。そうか、確かに言われると1話はそんなに、割とまんまか。そう、でもだんだんシナリオ見たのも2年以上前ですからね。2年半ぐらい前なんで。そんな前か。いやもうなんか公開から1年とか、短っとか思うけど。でいつもそうですよね。大体コンテメモを今井さんからもらう話数が初期のやつみんなあったから、それもらうのに、大塚さんとか宇佐さんとかが書いた本から今井さんが多分そのコンテンツにまとめた絵をまた考え直した部分のところをもらって、でそれからまたコンテンツするときにまたセリフの調整をイメージに合わせてして、それをまた多分監督がチェックして、でまた直してみたいな形を繰り返してたんで、かなり発展的だったと思うんですよね。大塚さんとか宇佐さんがやる前にも本当はシナリオのベースあったわけですもんね、いろいろ。シナリオの段階でもう5回ぐらい確かにね5個以上なんか積んでからなってるから。このルーシーとか出てくるシーンだとこんなシナリオってどうなってましたっけね。シナリオあったっけ。いや、あるある。ルーシーが見える。もうちょっとだから、ああいう、もともとルーシーが謎の存在で、ネット上で、ちょっと知られててみたいな、前のシナリオの設定みたいなのがあって、その名残で、なんか、そのアイコンじゃないけど、ないよね、こう、ちょっと特殊なアイコンみたいなのが表示されてて、みたいなのが、ちょっと残ってて、で表現としてだいぶ難しい、分かりづらいことになってるんだけど、まあ、ちょっとその辺をうまく見せてくれたな、みたいな、見た時にも思ったんで。最初地図かなんかのデジタル地図みたいなマップみたいな点が出て、それが何なんだろうって気になったら後からルーシーだってことが分かったみたいなシナリオがあったんですよね、確かね。でもいろいろそのネット空間っていうか、なんていうんだそのネット内のこう映像を作るっていうのに結構ハードルがあったんで、1話でやめちゃったんですよね。7話ぐらいでこう6話以降で出てきたけど、あそこまでだからビジュアル考えてなかったもんね。そのネット内にいる時の絵ってどうなってるみたいな。学校もゲーム中は出てこないもんね。あ、そうですね。そこは完全に創作ですよね。そうなんですよね。なんか違和感ないように考えるのが大変だった。でもベース荒坂のあそこのどっかにあるだろうってところから拾って何回か、まあ、結局今井さんが多分最初でこんな感じって書いてくださったと思うんですけど、座ってる、あれのなんか椅子の形とかすげえこだわったの覚えてます？すげえ何回も書いた気がするけど。椅子の形？あれなんか俯瞰で撮った時になんか座ってるのにケツに棒がぶっ刺さってて、ただ単純にこう立ってるように見えるっていう風な形を今井さんが言ってオーダーしてたんで、ケツに刺さってるんだけど背筋はピンと伸びてる立ってるようになんかそういう変な感じにならないかな。そういうお題は言われるんですよ。どうしたらいいんだって感じになるんですよ。それに対して面白いじゃないですかって言わないと生きていけないこうなんで。本当は思ってなかったんですいや思ってないけど面白いですねみたいな。これ書くのにも理屈があるんですよっていうこう説明の理屈が意味わかんないっていう。確かになんでそんなそれ居心地の悪い推理しなきゃいけないのか。そうですよ。これだって僕が演出するときに、そういうのを今井さんとか大塚さん、まあ大塚さんがそういう変なこと言うことあんまないから今井さんたちが言ってたそれを、僕はアニメーターさんたちに伝えなきゃいけない。そうだね。まあいない人のせいにするよ。そばにいない人のせいに。ちょっとあいつが変なこと言ってるからもうしょうがないけどさ。その言い方しないですよ。もっとなんか今井さんはそう考えがないんですけど。気を使わなきゃいけないから大変だね。いやなんかもうそれをもっともらしいことをこう伝えないといけない。でも今井さんが言ってるって言えばみんななんかあんまりこう半分脳死でみんな聞いてくれるんで、多分脳死やばいな。この金さんこだってたよね。地面の揺れ、ガタンっていう柱が通って段差が来てガタンってなるっていう。そうですね。タイミング。これ結構一連でやるのは大変だったですね。
スライドじゃなくて位置指定だったりとか、その縦のブレのコマ数とかも全部指定してリズムを合わせてやってるんで、こういう揺れにしたいみたいな形は、でもそうですね、それはやってましたね。でもそれグリッドの時にも一回テストしたんで、まあ、それの多分ほぼ延長上でやってますね。もうコンテから入れ込んでたんですあとやることは決めてましたって感じですかね。いや、何カットにも渡るからね、大変だよね。それうっかりその編集でこう勝手にタイミング変えちゃうとすげえ後で困るみたいなやつだよね。多分ちょっとはもうそもそも編集では変わってるんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、まあその実写だってその歩きの歩数とかと合ってなかったりもするんで、気持ちよければ。じゃあどっちかっていうと、なんかこの後のカット、こういうカットとかの BG をどうやって送るかってやつとかを、難しいよね。3D を使ってないんで、全部普通の 2D ワークの技術と作画でやるって時に結構工夫しましたけどね。チワは車 3D ゼロだからね。確かにそうですよね。全部出かけだから。この辺の BG とかめっちゃ組み方をすごい難しくしてて、素材はできてるけど、撮影さんにどうやって伝えるんだみたいなので、5回ぐらいテイク重ねましたしね。そういうのはうまくいっちゃうとさりげなさすぎて意外と大変そうに見えないんだよね。まあこの辺からもうずっと、この作品やっぱ、まあ自分もコンテ結構やってるから、同ポ芸は結構やってるけど、今井さんのとことかもこれずっと同ポ芸で最初から多分、今井さんのコンテの時点でなってたんで、なんかそれ結構使ってたような気がします。意外とちゃんとね、レッドがちゃんと動いてんだよね、こういうとこね。いや、これはそう、原画さんがすごく動かしてくれたんで、しっかりして難しいポーズでむちゃくちゃで、逆さから始まって逆転して現実に戻っていくみたいな話だったっていうことをやりたかった話だったりしたと思うし。火花の量がすごいっていうね。そうですね。これでも自分があれやりたくてあれやったんだよな、確か。まあまあ調整してちょうどよくなってると思うけど、結構なんか吉谷さんの素材使ってるじゃない。使ってますね。はい。だから結構火花単体でのクオリティが非常に高いから、なんかさりげなくないんでね。うおー、ドーンっていうかっこいい感じになるんで。さっきの大塚さんが言ったうまくやるとうまく流れるってあるじゃないですか。吉根さんの素材使うときは絵が良すぎて、そっちに僕らの気がこう持ってかれるみたいな。ほんとそう主役なんですよ。そっちじゃない、演出が買ってないみたいな。なぜかそっちが。でもこの辺は1話手探りでかなりやってたから。手探りだったね。覚えてます？縁打ちが1日目で終わらなかったんですよ。あったかもね。そうなの？そうなんですよ。まあプリプロから僕も入ってるし、コンテも僕が今さんが気づいてやってるのに、その縁打ちがコンテ書いた人がやってるのに縁打ちが終わらないみたいなカットですね。だから時速がなんか3カットとか4カットしか出なくて、1時間でそのカットしか進まなくて、これ終わんなくないですかねみたいな。それやっぱ処理が決まってないとか、そこで決めていたってこと？それも結構ありますよね。多分サンデビスタンとかもあんまりイメージはあったけど決まりきってなかったです。あ、そうだっけ、そうかもね。テストしながらだったっけ？しながらで、素材は作り方はもう同じのを使うって形は決まってたから、新しく用意することはないけど、どんな風にしていくのかっていうのは結構、そうね。その完成形はやっぱり分かんないまま、じゃあどういうつもりでやっときゃいいのみたいなのはなんかねなるだけ分かってからやりたいからね。そうですね。これすげえ難しかったって時間かかったのと、それを雨宮さんたちからその2日間にかかってたやつを、雨宮さんたちは別の班だったんで、その時はそのじゃあですね、後から合流で参加してもらってる形ですけど、その時にいやなんかサイバーパンクの縁打ちって 2days らしいみたいな話をなんか言われて、そうなんか別なところで噂になっていたっていうふうな、ないですけど別なとこっていう。まあね、まあでもなんかちょっとね、なんかいつもと違うことしようとするとやっぱりね、全部なんか一から考え直すことになっちゃうから、どうするのっていう。
それもなんか2、3人でやってるだけならいいんだけど、結局2、30人に分けていかなきゃいけないってなると、決めないと分けらんないよね。このリームライトも結構一番苦戦したかもね、このシーンが。ここが最初に原画が上がって、ここのシーンが最初に、吉成さんが創作家に入れたカットでもあるんですよ、ここのシーンが。で、このカットがこのカット、なんかリムライトのルールをいきなり1カット目から無視しだすっていうのがあったんですよ。さすがだよ。これだったらこうならないと。端っこだけにしましょうっつって、どんなことがあっても端っこのちょっとだけにしない。面積でかいとまずいからって言って、ドバッっていう。そう。吉成さんの修正ちゃんと1カット目からすみません。ルール外のやつです。分かってやってリムライトの参考に作ろうと思ったシーンだったのに、いきなりイレギュラーから始まる。そういう意味でいろいろね、理屈に合わせると難しい表現なんだよね、これね。実写だったらそんなに問題じゃないんだけど、目だと不自然になりがちなんで。でも今井さんのコンテの取り方を、やっぱ吉成さんとかその原画マンたちがなんだろうな、すごいしっかりあっちに足ついた感じにこうすごくなってるというか、だからコンテの運びはやっぱり今井さんだなっての元がやっぱあるなって思うんですけど、絵の説得力がね。今回はとにかく絵に地に足ついてもらうっていうのをいつもならあまり要求しないところを吉成さんがいるおかげで金子さんもねいるから。いやそうですね。まあだからレイアウトとか撮るのは僕は好きだったんで、そもそもこのゲームキャプチャーしながら現実作ってるところから始まってるんで、そうキャプチャーがあるって安心感もあるから、まずキャプチャーのいいところはこうパースとかを考えなくそのパースが合ってるかどうかを考えなくていいんだ。そうですね。狂ってないからねみたいな。取ったものはパースは間違ってないから、じゃあその好みのパースはどこかを考えればいい。大体その手書きの背景だとまずパースが合ってるかを考えるって精一杯だったりするんでね。こことかもそうだな。なんか無理やりこのポーズにしてもらったんだよな、確か。こうはならないみたいな。いや、なんか今井さんのコンテメモかなんかのやつらか、僕のコンテにコンテ集してもらったやつかわかんないですけど、これ左手を便器に突っ込んでるようにこう手をかかなきゃいけなくて、結構大変だった気がします。でもその大変さを吉成さん普通にかけちゃうから、多分違和感ないんだと思うんですけど、最初はこんなに取れるのかみたいな形がすごいあった気がする。本当はこんな関節曲がらないみたいなことを。まあそうですね。なんかもうトイレにぶち込んでるだけでも結構むちゃくちゃなのに、その中で手を入れる。今井さん多分ナチュラルにやってるから大変なのかなってなるかもしれないけど、大変なんですよきっと。多分このポーズが描きたいが最優先だから、で多分吉成さんもどうせこのポーズ描きたいんでしょみたいなのが分かるんだろうから、じゃあ便器ずらすかみたいな。便器が壊れててもいいだろうみたいなこととかなんじゃないかな。なるほど。ここもないんだよね。ここも場所はないですね。なんか参考はあるけど、仮装のシーンとかもシナリオには仮装されるっていうのはあったけど、露骨にああいう仮装場で自販機みたいに出てくるみたいなのはなかった。あれどうしてしたんだっけかな。なんかすごいなんか残ない感じにしたいって僕は思ってて、結局なんかあえ自販機型のやつが別に劇中にあるわけじゃないけど、なんか仮装はされて骨壺みたいなものがなんかあるみたいな形の話だったんで、なんか一番残念な感じにするのどうしたらいいのかなっていうので、ああなった気がしますね。ネオンサインがとても悲しいっていうね。そうですね。こんなことなのかよっていう感じがね。でもそっか、ここもだから1話が一番その同歩をやってて、かつその素材変わってないけど、ここって実はカラーフィルターが最初と違うんですよね。それだけ変えててみたいな形でやってる部分なんで。背景も同じ色？同じなんですよ。それセル素材も全部同じ色なんですけど、フィルターで変えたい今回はみたいな形で実はやってるんですよね。だよね、細かいところをね詰めてるよね。まあ、結局はそうなりましたね。なんかそれもやろうかなみたいな話になってたけど、やるかどうかってまだ多分縁打ちとか作打ちでできるんではまだ決まってなかったと思うんですよね。確か自分から僕がやりましょうかみたいになった感じですか？いや
最初からやってくれって言われたわけじゃん。絶対それはないでしょうね、多分ね。なんかそのゲームの雰囲気を再現するっていうのにどうやったらいけるかみたいなのをやってる時にカナさんからアイデアが出たような気もする。そうです。それかまあああいうことできないのみたいな、これがまた夢見がちなことを言ったら考えてくれたのかな。でもやっぱ実写の要素を持ってくるとか、そうですね、海外ドラマの要素を持ってくるって形から始まってる発想なはずで、で多分ボードも何回もやり取りしてるんで、その中でそのアニメだけじゃない、そのゲームに親和性があるような形の、ハイクオリティのゲームに親和性がある形でやった時には、こういうフィルターワークが必要なんじゃないかって言って、試しで始めてたら、もうあなたしかやる人いないよみたいな感じで結局なんで全部やる羽目になったって話だったような気がしますけどね。そうかもね。本当は各姉さんに、なんか、大したその、やり方は、フォトショップでちょっと、どれを選ぶかってだけ、まあ、どれを選ぶかって調整は必要ですけど。とはいえ、やっぱ統一できないよね。ほぼセンスに寄ってるので。そうですね。だから、結局は全部自分がやる羽目になったっていう形でしょ。っていう話をしてる間に終わってしまいました。ここでオープニングの曲がかかるね。あ、そうですね。1話だけオープニングがここで、エンディング曲は2話から。なんか聞いたところによると、このエンディングがスキップしない設定ができるようになったらしいんで。それ嬉しいな。なんかちっちゃくなっちゃいますもんね、いつもだと。飛ばされちゃうのこう、集中して、デミさん。でやってると送っちゃうんですよね。そう、送っちゃう。次の話数選んいや、それが実装されたのはいいですね。米山さんのエンディングもこれでしっかり見れますね。そうね。これ、なんか次の予告をなんかするんでしたっけ？なんか次は6話をやるそうで、次は吉成さんと、金子、僕と、五十嵐さんと、やるので、それはまたお楽しみに。はい。また6話も濃い内容ですからね。こってりですからね。何を話すのか。思いついたことを話す。思いついたことを話すんですよ。今も多分何にも台本ないから、本当に。本当台本なかったね。むしろ、今井さんと久しぶりに会ったな、みたいな話からさっき始まる前が。確かに。はい。というところで、1話でした。はい。次も見てね。チャンネル登録、高評価、熱いコメントお待ちしております。よろしくお願いします。